どうも、グビチャンネルです。新しく購入した中古キャンピングカー、今納車されました。現在、新潟県富士カーズジャパンさんです。今から乗って帰るんですけど、キャンピングカーが納車されたら毎回行っている自分の中では恒例の納車後、そのまま車着旅に行ってきます。富士カーズジャパンさん、ありがとうございました。担当の方もすごい親切でした。納車まで1ヶ月半くらいと短かったんですが、進捗状況を頻繁にメールくれました。これからもよろしくお願いします。メンテなどでお世話になります。出だしスイスイ走ってくれます。さすが3リッターディーゼルターボエンジンですね。乗り心地は思っていたよりいいです。車体が大きいので不安だったんですけど、ただもうちょっと長時間乗って確かめたいですね。とりあえずコンビニ入ります。いやー、初駐車緊張しました。車両感覚がまだわからないので頭から突っ込みました。これが自分の車なんですね。しかし大きいです。一応コンビニの駐車場も問題なく止めることができそうです。前は縁石のところ少し余裕ありますが、ギリギリまで寄せました。これで後ろはちょっと出てないぐらいです。さすがにバックで縁石ギリギリまでは寄せることはできませんでした。納車してすぐ吸ってしまうとかなりへこむと思います。横なんですけど、こちらの駐車場は線が20なんで比較的止めやすかったです。この幅ギリギリですね。反対側もギリギリ線のとこちょうど乗ってるか乗ってないかぐらいです。ああいった店の前の車同士が止まっているところは車両間隔ができるまで止めるのはやめておきます。とりあえずコンビニは問題なく駐車できることが分かりましたので良かったです。今日は車内でシャワー浴びますんで、シャンプーとリンス、ボディーソープ買ってきます。はい、いろいろ買ってきました。それでは下道で富山県目指します。いやー、この照明すごい落ち着きます。今日からこのキャンピングカーでいろいろ冒険や旅ができると思うとワクワクします。コンビニでシャンプー以外にこの滑り止めマットや換気扇のフィルターですね、こういうの売ってたんで買いました。カットして後でこのレンジフード換気扇につけます。シャンプーとボディーソープはこのマルチルーム上部に収納ありますんで、ここに入れておきます。キャンピングカーの生活用水タンク67リッターあるんですけど、そちらは富士カーズさんで満タンにしておいてもらいました。これが生活用水タンクのメーターです。一番右なんでもうフルですね。生活用水タンクはこのサードシートの下にあります。でそこからですね、温水ボイラー約20リッターの方に移動します。温水ボイラーへの注入の仕方はこの混合線ですね、これを一番上まで上げます。これで注入されます。はい、こんな感じでゴボゴボっていったのが温水タンクへ水が注入されました。生活用水のメーターはあるんですけど、温水ボイラーのタンクの容量のメーターはないので本当に入ったのか少し不安になります。あとはこれで走行すればエンジンの熱、ラジエーターで温水ボイラーが温まってお湯が出ます。あとは LP ガス、これがスイッチで温水ボイラーのスイッチになります。これでガスでもお水を温められます。今日は友人に新潟まで送ってもらいました。その時に車中泊のアイテム、段ボール、このリアベッドの下に詰め込みました。クッカーや寝具など大体なもの揃ってます。車中飯用のクッカーやこういったゴミ袋やティッシュなども全て持ってきました。収納なら何箇所かありますんで一旦収納していきます。はい、ここシンクの下が大容量の収納ありましたね。だいたい詰め込むことができました。このダイネットスペースの上一番使い勝手良さそうなんですけど、今回荷物そんなにないんでもうこの2つは何も収納していません。そして生活用水67リッター以外にこのリアベッドの下に清水タンクもあります。これなんですけど約20リッター入ります。これは今回使ってません。もうお水買って冷蔵庫に入れてますんで今回はこちらを使います。ちなみに清水タンクからの水はこちらから出ます。生活用水タンクはこちらです。この2つあるのいいですよね。洗い物と飲み水使い分けできます。でもやっぱりタンクの水って清水タンクでもなんかちょっとカルキ臭いんですよね。なので自分は清水タンクはあんまり使わずにこんな感じで飲み水は買うと思います。冷蔵庫の電源つけておきます。今回初めての車中泊で確かめたいことが、まず走行面、全長が5メーターを超えて全幅も2メーターちょっと超えてます。街乗り支障ないのかコンビニは止めれましたが、旅で必ず寄るスーパー道の駅の駐車気になります。実際に止めて確認します。
今日は一般道を中止、普段使いを想定して車着します。そして街乗りでの走行性能も気になります。乗り心地が道の凹凸で揺れないか、コーナリングで傾かないか。明日は高速道路に乗ってキャブ高の大敵、横風の揺れを体感します。車内で気になるのはまずはこのボディ、遮音性ですね。そしてこのシャワーの使い勝手、実際に使い物になるんでしょうか。この辺を確かめます。でトイレなんですけど、今回水入れてません。で汚物タンクも専用の薬剤などが必要になります。で今回は使いません。ただトイレがないところで車中泊する場合はこちら使います。これこんな感じでビニール袋と凝固剤が入っています。これをトイレにはめて広げて使います。でここに凝固剤入れます。でトイレしてここに紐があってこんな感じで最後縛ることができます。こちらを家に帰ってからゴミとして処理します。そして電気系サブバッテリーなんですけど、現在残量が 251Ah です。このセカンドシートのソファー下に鉛バッテリーが3台入ってます。この白いのが鉛バッテリーですね。で青いのはインバーターですね。こちらはサブバッテリーの DC を AC に変換して家庭用コンセントが使えるようになります。この JIL520 でやってみたいのがポータブルバッテリーをサブバッテリーとして使うことです。なぜそれを試したいかと言いますと、この JIL520 はデュアルソースエアコンシステムというのがあります。簡単に言いますと、このインバーター、キャンピングカーのサブバッテリーからインバーターにつなぐんですけど、直接走行充電、カムロードのオルタネータ発電から直接インバーターに電気を供給します。なのでエンジンをかけていればサブバッテリー関係なくインバーターが使えますんで、このポータブルバッテリー充電できます。このポータブルバッテリーというのもキャンピングカーで使う場合、充電が一番のデメリットだったんですよね。通常は DC ソケットやソーラーパネルから 100W、200W ぐらいしか充電できません。でもインバーターを経由すると 1000W ぐらい充電できます。ただですね、走行中エアコン使いながら充電できるのか、またサブバッテリーの充電はされるのかなど、いろいろ検証しないといけませんが、問題なく使えればかなり夢が広がる仕様だと思います。今回ジャクリーさんにポータブルバッテリーをお借りしました。こちらのポータブルバッテリーなんですけど、 ATV 群馬というキャンピングカービルダーさんがタウンエースのキャンピングカーにサブバッテリーとして採用されていました。ビルダーさんがポータブルバッテリーをもうサブバッテリーとして採用されてるんですね。こちら気になったんでジャクリーさんに聞いたところ、この拡張バッテリーも貸していただけることになりました。今回こちら使ってみて、今後 JIL520 に搭載するか見極めたいと思います。スペックなどはこちらに貼っておきます。またリンクなども概要欄に載せておきます。バッテリーを置く場所なんですけど、ここちょうどソファー上にすれば隠れるんでここもいいんですけど、このサイドソファーですね、この下も空いてます。こんな感じで空いてますんで、ここに入れるのもいいですよね。この拡張バッテリーちっちゃいんでこっち入れてみます。あ、ぴったりですね。高さも収まっています。ただこれメインとこのケーブルでつなぎますんで届くかどうかですね。この後ろにケーブル挿してここにダメですね。ケーブル使えます。こちら側だと大丈夫なんですけど、ここに穴開け加工が必要になってきますんで今日はやめときます。でもう一個のケーブルをここに挿します。ケーブル太いんで取り回しちょっと苦労したんですけど、なんとかこのソファー下に収まりました。家族で使うときはこんな感じでここをフラットにして使おうと思ってますんで、こうなると全然問題ないですね。いや、これは夢が広がります。はい、それで電源つけます。現在 100% です。ポータブルバッテリーはドライヤーや車中飯するときの IH 調理器などで使います。ポータブルバッテリーがあることによって AC コンセントがこのサブバッテリーの AC コンセント、こちらあるんですけど、こちらとポータブルバッテリーの AC コンセント、こちら2個同時に使えるんですね。これが最大のメリットかもしれません。通常キャンピングカーのサブバッテリーだけだと夏場エアコン回していると同時にドライヤーや IH 調理器など使用することができません。なので今回の車直旅は電気ガンガン使っていきます。今回の旅ではデュアルソースエアコンシステムのインバーターからの充電が試せるかわからないんですけど、もしできそうでしたらやってみます。それでは安全運転で行ってきます。この街乗りでのストップ&ゴー、かなりスムーズです。アクセルをほんの少し踏むだけで法定速度に達します。エンジン最大出力144馬力、最大トルク300ニュートンということで、少し前のカムロードは 3000cc とエンジンの排気量が多いんですね。なのでパワーは申し分ありません。これは高速道路が楽しみです。ちょっと信号の先頭になったんで
次ちょっと強めに踏んで法定速度までの加速をリアルタイムで測ってみます。せーの、はい。はい、少し上りだったんですが40キロまで一瞬で加速しました。さすがターボですね。これならどんな短い高速の合流でも余裕じゃないでしょうか。さあちょっと初給油いっときます。間違いないように軽油ですね。このタンクの外のカバーは鍵がいらないんですごい楽です。このガソリンタンクは80リッターで、その横この LP ガスボンベあります。でその横は前のオーナーさんがカセットガス設置します。これ両方使えるようにしてくれました。これで今日は温水ボイラー使ってみます。はい、満タンになりました。すごい入れやすかったです。はい、じゃあ出発します。次なんですけどスーパーで食材買います。はい、結構長時間車を運転していて感じた乗り心地なんですけど、結構固めといった感じですね。というのもこの強化ショックアブソーバー、車が地面から受ける衝突をいなしてくれるバネなんですけど、強化ショックアブソーバーに前のオーナーさんが変えられてました。なのでちょっと固めです。ただですね、結構振動がすぐに収まってくれますんで乗り心地はかなりいいです。そしてこの車はリアがシングルタイヤなんですね。なので余計に乗り心地がよく感じるかもしれません。ダブルタイヤも乗ったことあるんですけど、やっぱり接地面積多いんで路面の衝撃を受けやすいです。この車はリアのスタビライザーやエアサスなどまだ改良の余地がありますんで、これからどう変わっていくか楽しみです。はい、上越市まで来ました。スーパー入ります。いやー、やっぱり最初は駐車緊張します。結構空いてたんですけど、もう一番端っこに止めました。こんな感じで後ろにもう一台駐車枠があるだけなんですけど、ギリグマ寄せちゃうとこのサイクルキャリアですね、これが出てしまいますんでちょっと中に入れました。そうするとですね、頭がやっぱ出ちゃいますね。ただまあこのぐらいなら許容範囲かなと思います。しばらく慣れるまではこういった大型スーパーを利用したいと思います。新潟県のいちごスーパー直江津店さんです。どんな食材あるんでしょうか。楽しいです。こういったローカルスーパー寄れるのが社長旅の醍醐味ですね。今日はなんかお肉がどっかのようです。でもさすがに今日納車されたばっかりなんで焼肉はね、お刺身が半額になってますね。これシャワー浴びだと車内で宴するの楽しみです。さあ、あとは車中泊スポットへ向かうだけです。銭湯行かなくていいので探す時間も減るので、時間のない車中泊旅にはシャワーがあると便利です。もう今日の夜と明日の食材も購入しました。冷蔵庫に詰めていきます。冷蔵庫の容量は90リッターです。はい、余裕で入りました。こっちが全然空いてます。でこっちのドリンクなんですけど、高さ結構ありますんで、これは1リッターのペットボトルなんですけど、2リッターの大きいやつも全然入りますね。これなら家族の長期旅も安心です。それでは再出発します。今日泊まる場所なんですけど、ずっと行きたかった道の駅がこの近くの海岸線沿いにあります。海沿い走りますんで、ある程度コーナリング多いと思います。なのでこのジルのコーナリング性能を体感します。今回燃費なんですけど FF ヒーター使えますんで正確な計算ができません。なので燃費計算はまだ次回に持ち越します。はい、ブレーキなんですけどちょっと今後ろにいないんで強めに踏みました。しっかり止まってくれますね。前乗っていたライトキャブコンマツダボンゴの OEM 日産バネットだったんですけど、それに比較するとかなりよく効きます。もしかしたら前のオーナーさんブレーキも変えてるかもしれないですね。後で調べてみます。はい、海岸線入ったんでもう真っ暗になりました。これ火登ってたら絶景なんですけどね、明日楽しみです。この海岸線結構無料の駐車場が何個かあります。この車ならシャワーもトイレもあるんで、こういうとこでも車中できますね。今日はリサーチしないんで、また今度この辺の海岸線の無料駐車場の車中スポットも開拓してみたいと思います。この辺コーナーがついてるんですけど、かなり安定していますね。新型カムロードも乗ったことあるんですけど、このぐらいの緩いコーナリングでしたら全然ロールしません。これは意外でしたね。この車体に取り付けられている強化ショックアブソーバービルシュタインがかなりいい仕事をしているようです。いや、こんなに安定しているんでしたら、あとスタビライザーとかつけたらどうなるんでしょうか。も
もう普通の乗用車のように運転できそうです。これは楽しみですね。早く家族と車中泊に行って後ろの乗り心地も聞いてみたいです。高速道路強風での煽り体制もある程度ありそうです。明日が楽しみです。大型と普通枠分かれてますね。駐車場これは静かそうです。はい、到着しました。結構窓にシェードしている人が多いんで車中泊している人多いですね。ここ人気なんですね。もう本当に海岸線にある道の駅なんで、すぐそこ海です。ただ暗いんで見えません。明日の朝海岸線散歩したいですね。で、海の反対側は山なんですよね。すごい自然豊かな場所です。道の駅、ショップもあります。市場があるようですね。今日はもうやってませんので明日寄ります。で、向こうが大型専用の駐車場で、こっちが小型なんでかなり静かです。やっぱり海近いんで風がすごい強いですね。今回駐車した場所なんですけど、端に止めました。で、こんな感じで後ろスペースがある場所でした。なので前は出ていません。両サイドもこの線からははみ出していません。ほんの少しだけスペースありますね。こんな感じで後ろが何もなくてスペース出ても行ける場所でしたら、全長が長くても駐車場の枠内に余裕で収まります。かなり体が冷えました。車内に入って温まります。それでは車中泊のセッティングしていきます。今現在外の温度が10度、中が20度です。一旦エアウェイヒーターつけて車内温めます。エアウェイヒーターはキャンピングカー専用の暖房で、ディーゼルが燃料で一晩1リッターから2リッターぐらい消費します。なのでかなりコスパのいい暖房です。それではまずはシェードして目隠ししていきます。この窓の目隠し、シェードはすぐできるんですけど、やっぱり窓の数多いですね。で、このカーテンが2枚ありました。これは入り口の目隠しカーテンですね。ホックで止められます。これもホックですね。ここが開いてしまうんで、このバンクベッド少し引いて埋めときます。バンクベッドはこのロックを外して引くだけで延長されます。まだ少し隙間あるんですけど、今日はもうこれでいきます。照明ちょっと暗いかなと思ってたんですけど、全然問題ないですね。数が多いのでかなり明るく感じます。昼よりも夜になると照明がより一層輝いて非現実的な空間になります。テンション上がってきました。エアウェイヒーターのおかげで車内はかなり暖かくなってきました。マルチルームもかなり暖かいです。下からエアウェイヒーターの温風がマルチルーム全体に出ていて、シャワーの時も暖かそうです。さあ、それでは初シャワーの体験をしてみます。温水ボイラーのタンクの中に水入れていたんで、走行中エンジンの熱、ラジエーターで暖かくなっていると思います。もしぬるかったらガスでもう一度温めます。それでは温水ボイラーの温度を確認しておきます。全開にして一番熱いお湯が出る状態にしておきます。あったかいんですけど熱っていうのはないんでぬるい感じですね。それではこのカセットガスセットして温水ボイラー温めます。はい、じゃあこの燃料タンクの横にカセットガス挿すとこあります。ここに差し込んで、線を開きます。この上のガスを開けます。で、中にももう一個線があります。で、こちら側が LP ガスなんですけど、 LP ガス使うときはこの線をこちら側に付け替えます。ただ自分はまだ補充できないんで、今度オンラインでガスの講習を受けます。それから近くのガス屋さんでガスが充電できます。はい、それでは車内の温水ボイラースイッチつけます。で、その前にこれガスの車内のスイッチです。で、その隣これが温水ボイラーのスイッチです。この赤いランプが消えると正常に消えましたね。正常に作動しました。で、そのスイッチの下、ここにガスの警報器あります。これスイッチつけておきます。これ通常20分から40分で温水になるそうなんですけど、もう結構暖かかったんで多分10分ぐらいで熱いお湯が出ると思います。待ってる間にシャワーの準備しておきます。まずは着替えと、ね、このクーピー T シャツ白と黒持ってきました。今日黒着てるんですけど明日も黒着ます。マルチルーム出るとき足元濡れるんでタオル敷いておきます。そして体拭くタオルと
そしてシャワー上がった後にマルチルームを拭くタオルと、でこれで水切りします。マルチルームなんですけど、シャワーカーテンが2つあります。こちら側はこれ閉めて、で外にお湯が出ないようになっています。でこれもう1個あるんですけど、ここ閉めて、でこれはトイレかからないようですかね。こんな感じで使ってみます。トイレの上にこのボディーソープとシャンプーで水切り、これでシャワー入っています。さあ10分経ったんで再度お湯確認してみます。お、熱っ完璧です。シャワー内はこんな感じでシャワーホースがかけれます。これ上下移動して向きも変えられます。中も確認しておきます。レバーここにあって、あ、出ました。熱いお湯出てます。問題はこれ混合泉なんで、ちょっと緩めて水も混ぜて出すんで、いい塩梅のお湯が出るかですね。ちょっと試してみます。現在水のタンクは満タンですね。どのぐらい減るでしょうか。それでは行ってきます。はい、シャワー初体験終わりました。なんて言うんでしょうか。普段キャンピングカーでこんなことしないんで、なんかいけないことをしてしまったような、そんな感覚です。それでは後片付けします。シャワー後の同じルーム、びしょびしょです。この扉は濡れてないですね。シャワーカーテンがあったので、ここも大丈夫ですね。まずはこの壁の水切りしていきます。綺麗に取れます。こっち側もびしょびしょです。結構上まで水飛んでますね。このトイレットペーパーホルダーはびしょびしょです。これもタオルで後で拭きます。この木のところも少し濡れてます。このシャワーカーテン抜けるとトイレの蓋の方は濡れてません。下の方は濡れてますね。タオルで軽く拭いてFFヒーターで乾かします。この壁タオルで最後拭いて仕上げようかなと思ったんですけど、もうこの水切りだけで全然綺麗ですね。気になるところだけ拭いときます。はい、じゃあ使ったタオルなどはここにかけて FFヒーターで乾かします。はい、綺麗になりました。それではもうパジャマに着替えておきます。ボイラーとガスのスイッチ切っておきます。ドライヤーで髪の毛を乾かそうと思ってポータブル電源使おうと思ったんですけど、よく考えるとドライヤー忘れてしまいました。もう放置で乾かします。今 FF ヒーターついてますんで、髪の毛はすぐ乾くと思います。シャワー上がりの一杯ビール飲みたいんですけど、今日は道の駅なんでノンアルコールビールいただきます。いやー、しかしキャンピングカーでシャワー入った後、そのままここでビール飲むのがこんなに気持ちいいと思いませんでした。キャンピングカーはトイレ設置でも快適度が劇的に変わりますが、シャワーがあるとまたさらに変わりますね。ただ初めてシャワー使ってみて感じたのが難易度高いなと思いました。まず感じたことがこのシャワールームですね。やっぱりトイレがあるんでかなり狭いです。立ったままギリギリシャワーが浴びれるという感じです。体が洗うときは工夫が必要でした。トイレ使用するときはくるって回転してもうちょっと前に出せるんですけど、その状態ではシャワー入るのかなり難しいと思います。こんな感じで横にしないと厳しそうです。そしてシャワーの水流がかなり弱いです。ただ浴びれないことはないので慣れが必要だなと思いました。あんまりジャーって水がたくさん出てしまったらすぐにお湯なくなってしまうんで、このぐらいでいいのかなとも思います。次難しいなと感じたのがこの混合線ですね。適温にするのがだいたいこの辺だったんですけど、パッて急にはできないんで徐々に調整する感じになります。なので最初お湯ロスしちゃいます。
慣れてくると適温の温度が一発で出せるかもしれません。そしてやっぱりこの掃除ですよね。水滴をある程度取らないといけません。この辺が慣れるまで手間だなと思いました。何回かやってきてコツが分かればすぐに終わりそうな感じもします。でシャワーのお湯はずっと出しっぱなしにするとなくなっちゃうんで、やっぱり止めて全身洗って頭洗ってで一気に流すとかいう感じで節水を考えないといけません。なのでキャンピングカーでのシャワーはコツがいるなと思いました。ちなみに生活用水のタンクはちょっと減ったぐらいですね。ほぼ満タンに近いところになります。こういうのって大体減り出すとガッて減るんで、今日の洗い物また明日もシャワー使ってみて様子を見たいと思います。さあそれでは晩ご飯食べたいんですけど、今日は焼肉をします。肉買っちゃいました。納車した日に車内で焼肉、もうねアホでしょ。でもこのレンジフードの検証するにはもってこいです。このレンジフードの網を取るとこんな感じで紙みたいな感じのダクトが通ってます。レンジフードはこのダクト通って外に排出されます。でこのダクト汚れてしまうと変えるの大変そうなんで、この換気扇のフィルターカットしました。これ貼り付けておきます。これで使い終わったらもうこれ捨てたら掃除大丈夫ですね。今日はガスじゃなくて電気で調理していきます。ここに延長テーブルありますんで、これも使っていきます。 IH 処理器はジャクリー使います。これ前面に AC コンセントあるんで便利ですよね。で残量なんですけど、スマホだけ充電しました。でまだ 100% ありますね。 USB はここにあります。 USB-C 2口と普通の USB が2口です。でこれ 100W いけるんで MacBook Pro など消費電力の多いノートパソコンも使用できます。でここ AC コンセントの横にあるスイッチを押すとインバーターが使えるようになります。これで家庭用の家電が全て使えます。洗い物を減らすようにフィラバン用アルミホイルクックパー敷いていきます。でこれ上かぶして油跳ねも防止します。換気扇2段階ありますね。強と弱。一旦弱でやります。そして空気取り込む用の窓開けときます。もう少しだけでいいんでここにはめときます。ここに溝があってはめるとほんの少しだけ窓開きます。で丸見えなんでこれ半分ぐらい閉めておきます。で網取りにします。これでここから空気取り込んでここに排出されます。さあそれでは塩炭から焼いていきます。うわ美味しそう。うわさすが特化の肉ですね。すごい分厚いです。はい、じゃあ塩コショウかけていただきます。それではいただきます。はい、次は焼肉のタレでいただきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや大満足でした。焼肉のタレ結構余っちゃったんでティッシュで吸わして匂いが結構しますんで防臭袋に入れて捨てます。焼肉が終わってジャクリのポータブルバッテリー残量が 93% です。これもう一個の拡張バッテリー何%なんでしょうか。あ、こっちも 93% ですね。ということは均等に消費していくようです。
焼肉2回戦してまだ 93% 残ってます。これなら明日も心配ないですね。お皿汚れてなんですけど、一応アルコールのウェットティッシュで拭いておきます。フライパンも綺麗ですね。油跳ねどうでしょうか。ちょっとしてますね。でこれ黒なんですごい分かりやすいですね。綺麗に拭いておきます。一応この辺の壁も軽く拭いておきます。これガス使うときはこの板跳ね上げますんで、これが油跳ねガードになりますんで、壁側には油が跳ねません。これかなりいいですよね。この IH 調理器使うときもここに置いてこうやって調理するのもいいかもしれません。ちょっと下安定するように何か板みたいなのを作った方がいいですね。それではもう窓閉めときます。あとはテレビでも見てくつろぎます。その前にさっき歯磨き終わらしておきます。それではテレビ見てくつろぎます。この大型のテレビ楽しみにしていました。裏フックで止まってますんで、これを外してで向きを変えられます。わ、これすごいな。こう向けるとめちゃくちゃ見やすいです。テレビは AC コンセントで動きますんで、このインバーターつけます。はい、スイッチオン。でこのテレビなんですけど、地上デジタル放送って結構見えないんですよね。でもこのテレビは屋根にですね、衛星放送のアンテナが設置されてます。なので衛星放送見てみます。これが衛星放送のスイッチのようです。つきました。元 GP やってますね。テレビ見ながらしばらくゆっくりしておきます。それでは眠たくなってきたので寝ます。今日はリアの常設ベッド下段で寝ます。多分家族で使った時に自分が一番ここで寝ると思いますんで、今日は寝心地を確かめておきます。封筒型なんであんまり窮屈ではないと思います。このリアベッドは幅が81センチあります。で長さは190センチあります。自分は身長170センチなんでちょうどいいですね。じゃあエアウィーターは乾燥しますんで切って寝ます。こんな感じでリアベッドの電気だけつけようと思ったら、他のところ一個一個消していかないといけません。ちょっとこれ手間ですね。上も切っときます。リアベッドのこの明かりだけになりました。でこれで眠たくなったらもうこれ手でスイッチ切ってそのまま寝ます。ここにもカーテンがあります。こうすると家族で写着していても完全なプライベート空間が出来上がります。いいですね。ほんとなんか寝台列車に泊まってるような気分です。窓がこの頭のところと横、そして足元と3つもありますんで、夏で涼しい日は網戸にして寝るのも良さそうですね。ここにスマホを置いてなんか眠たくなる動画見ながら寝たいと思います。今日の車初運転、初車中泊と無事できてほっとしています。中古なので何かトラブルや故障箇所見つかると思ったんですが、今のところ大丈夫です。運転は車両感覚がまだないので緊張しました。駐車はいつもの3倍ぐらい時間かけてやりました。車内は広くて本当に快適です。外側ボディは13年前の中古車なのにコーティングのような艶もあって綺麗でした。車内も見てもらった感じ綺麗ですが、やはりところどころ傷や使用感はあります。でも全然問題ないです。 DIY 気兼ねなくできそうです。雨降ってきましたね。雨音がボディに当たって子守歌のように眠れそうです。明日は上りの道や高速道路、キャンピングカーにとって辛い道を走りたいと思います。そしてジル520の走行性能を確かめます。めっちゃ楽しみです。おはようございます。昨日目つぶってから秒で寝ちゃいました。すぐに朝になりました。そのぐらい熟睡できました。やはりこの常設ベッドの
横幅81センチという長さは快適に眠れます。で、厚みも5センチぐらいはありますんで、底付け感もなく背中も痛くありません。朝起きてすぐに周辺の状況を確認できるので、この窓ありがたいですね。それでは朝の準備をして絶景を見に行きます。やっぱりこのレイアウトの良さは、この朝のセッティングが一瞬で終わることです。常設リアベッドは布団をそのまま敷いたままでいけるのが最高ですね。今日は外気温は低めで 7.7 度です。あったかいお茶飲んで体を温めます。いただきます。それではもうこのままパパッと朝食いただきます。その前に現在のこのキャンピングカーのサブバッテリーの残量なんですけど、178アンペアアワーとかなり減ってきました。これ300アンペアアワー搭載されていて、鉛バッテリーなんで半分の150アンペアアワー以下は使わない方がいいんですね。かなり劣化します。なのであと28アンペアアワーですね。この照明かなり電気使ってるかもしれません。車内の調理はジャクリーのポータブルバッテリー使ってたんで、このキャンピングカーのサブバッテリーは車内の照明や冷蔵庫に使っていました。これはキャンピングカーのサブバッテリーもリチウム化必須ですね。しかも今日は雨なんでソーラーパネルからの発電が全く期待できません。高速道路での走行充電に期待します。そして生活用水タンクなんですけど、ちょっと減ってますね。軽く手洗ったぐらいなんですけど、やはりここからガンガンメーターが減ってくるようなシステムのようです。ちょっと気をつけて使っていきます。朝食はもうシンプルに納豆、目玉焼き、鮭焼いて味噌汁とご飯でいただきます。焼き魚は車内調理では匂い残りやすいんで難しいんですよね。あえてこの日本の朝の定番の和食をいただき、汁520の換気能力を体感します。ご飯だけもう簡単にこの電子レンジ使います。これ700ワットとキャンピングカーの中なのにかなりハイパワーです。じゃあ他の電気はこのジャクリー使っていきます。昨日一晩使って残量 91% です。スマホの充電などもよく使いました。で、こんな感じで電子レンジ使っているとき、ポータブルバッテリーがあれば同時調理できます。キャンピングカーに設置されているインバーターはだいたい 1500W から 2000W が多いんで、電子レンジ1個使っちゃうともう他は何も使えません。ちょっと調理スペースが離れていたんで、この延長コードを挿しました。これで調理台の下から電源が取れます。今日この後明日も車中泊しますんで、ちょっとタンクの水心配なんで、引き続き洗い物を減らすような感じの調理していきます。今日はこの耐熱ポリ袋をお皿に敷いていただきます。これアイラップ公式が災害時におすすめということで紹介されていました。お湯もいけますんで味噌汁とかバッチリですね。鮭2パックしか売ってなかったんで、もう2つ焼いちゃいました。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。このアイラップ全然汚れてないですね。やっぱり撤収も簡単なんで、サランラップとクッキングシート二重にするより楽ですね。コストも安いんで、もうしばらく使ってみます。これ防臭袋のように匂いもシャットアウトできるんですかね。嗅いでみます。あ、しますね。やっぱり多少匂いは通すようです。フライパンも綺麗なままです。で、今回のゴミこんな感じで袋に入れてまとめられますんで、かなりコンパクトになりました。ジル520のリアにはダストボックスありますんで、後でそちらにまとめておきます。鮭焼いて周りにはそんなに油飛び散ってないですね。少しだけなんか飛び散った跡がありますが、これ拭けば大丈夫そうです。ポータブルバッテリーは残量 83% です。でキャンピングカーの3バッテリー残量が158アンペアアワーなんで、150ぐらいまでなんで結構やばいですね。これで火が照ってくれてたらソーラーパネルから充電できたので良かったんですが、でも旅は網もつきものなのでしょうがないですね。今回ポータブルバッテリー持ってきてて本当に良かったです。あとはこのガスですね。実際に今日の夜とかはこっちのガス使用してみます。昨日の焼肉と今日の朝の焼き鮭、車内の匂いどうなってるでしょうか。このレンジフードかなり空気吸ってくれたんで、匂いは軽減されてると思います。一旦外の様子見に行きますんで、その後外に鼻が慣れてから車内入って匂いあるか確かめます。ダストボックスなんですけど、このリアのナンバーのところにあります。ここを引くとこんな感じでゴミが入れられて、水抜きの穴もあります。これ鍵いらないのは本当楽です。これで OK です。いや気持ちいい朝です。ちょっと雨降ってるのが残念ですけど、向こうが海ですね。ちょっと行ってみます。かなり広いですね。遊歩道に風力発電所もあるみたいです。うわ、海です。めっちゃ綺麗。しかし誰もいませんね。すぐ横は漁港もあって、そして後ろはすぐ山があります。もう車中泊旅で立ち寄るには絶好のロケーションですね。ずっと来たかったんで来れてよかったです。ここまたドライブも気持ちいいんですよね。海岸線をずっと走行できます。で高速道路ももうほんと海の上走ってるような感じですごい綺麗でした。今回車内のシャワーを使ったんですけど、温泉もあったようです。次回はそちらを利用します。ここはなんとホテルのようです。すごい道の駅ですね。何でもあります。ここだったらキャンピングカーじゃなくても普通の車に来てホテル泊まって道の駅や絶景を楽しむこともできますね。はい、市場ありますんで、こちらでお土産買ってから行きます。店内は新鮮なお魚を売ってます。ここは海鮮丼もいただけるようです。なんか屋台みたいで雰囲気いいですね。いやーいい場所ですね。また家族でも来たいです。それでは車内の焼肉と鮭の匂いどうでしょうか。あ、ほとんど消えてますね。ちょっとこの辺だけほんの少しだけ鮭の匂いがします。こっちのダイネットの方は大丈夫そうですね。もしかしたらこのレンジフードに鮭の匂いがついてしまったのかもしれません。これだったらもう剥がして捨てるだけなんですぐ匂いが取れます。やっぱり魚の匂いって手に少し触れるだけでも全然手洗っても取れないんで、かなり強烈なんですよね。ただ昨日の焼肉の匂いはもう全くしませんので、このレンジフードかなり効果あると思います。やっぱりこの空気の流れいいですよね。他に空気がいかずにもうここで完結する感じです。もっと徹底的に匂い対策するならやっぱりこのカバーあった方がいいですね。こっち側もした方がいいと思います。でこっち側もですね。そこまですると匂いはかなり残りにくくなると思います。これでもう走行できる状態になりました。次行く場所なんですけど、このまま海岸線を南下します。隣町にすごいレビューのいい道の駅兼 RV パークがあります。そこも前から寄ってみたかったんで、そちらについてお昼ご飯とこのジル520初めて車着して感じたいまいちだった点、そして良かったところをお伝えします。はい、ありがとうございました。それでは安全運転で再出発します。はい、昨日に引き続き海岸線の道なんでカーブが多いですね。ただですね、カーブの手前でしっかり減速してあげて、そして軽く後輪にトラクション、軽くアクセルを踏んであげるとスムーズに曲がってくれます。そしてこのジル520やバンテックさんの車両はソリッドスクエアフレームが採用されています。後ろのシェルの下ですね、住宅に当たる基礎の部分がソリッドスクエアフレームというフレームを設置しているので、コーナリング時の車体の剛性感を感じます。キャブコンによってはカーブ入ってから後ろも少しまた遅れて揺れるような、そんな感覚もあります。
でもこの車両はすごい一体感があります。多分足回り強化ショックアブソーバーも交換しているんで、より一層感じるんだと思います。今日の夜走行する高速道路の横風やトラックの横指示の風の揺れ、こちらの体勢も強そうなんで、今日の夜が楽しみです。こちらは海の見える駐車場あるんですけど、高さ制限 2.8 ですね。これダメですね。この車は高さ 2.9 あります。3メーターないんですけど危ないんで、こっちの屋根のない方を止めます。はい、駐車場結構広かったんで駐車はしやすかったです。線消え変わってるんですけど、この橋も枠内に入りました。右側も大丈夫ですね。ちょっと後ろがですね、カメラでは分かりにくくてなかなか感覚がつかみにくかったです。これは慣れが必要ですね。こちら道の駅はなんか大型の遊具施設や船も止まってますね。ここですね。先ほど高さ制限で危なかったところ 2.8 メーター制限です。一番高いところはもっとあると思うんですけど、この橋のところですね、ここが低いんじゃないかなと思います。この駐車場最高ですね。トイレもあって、向こうの方にはキャンプ場もあるようです。ちょっと寒いんでとりあえず車内入ります。気になっていたこのブレーキ、結構効き良かったんでなんか書いてはるんかなと思ったんですけど、見る感じ普通のブレーキですね。でもう一つ気になったことが温水ボイラーなんですけど、昨日シャワー浴びてすごい熱々だったんですけど、1日経ってまだ温度あったかいんでしょうか。確かめてみます。ちょっと走行したんですけど10分程度なんであんまり影響ないと思います。まだあったかいですね。すごい熱々やないんですけどあったかいです。いや、これは嬉しい誤算でした。一晩経ってもまだ温水は出ます。そしてこのジャクリさんのポータブルバッテリーをキャンピングカーのサブバッテリーとして常設するシステムなんですけど、今回試してみて実用的かどうかなんですけど、この容量や操作感はもう全く問題ありませんでした。問題は充電方法なんですけど、インバーターからの充電を試みようかなと思ったんですけど、バッテリーの配線など一度ちゃんと見てみないとわからないなと思いました。この辺はまた帰ってから検証してみます。ソーラー発電の電気の入力をこのポータブルバッテリーに接続すればもう放置で充電できますんで、そちらも試してみたいですね。できれば今鉛バッテリー、サブバッテリーありますんで、そちらの方の充電とポータブルバッテリーの充電、ソーラーからの充電も切り替えてできるように DIY したいと思います。あとはジャクリさんから出ているソーラーパネルですね、持ち運びできるタイプがあります。このタイプならキャンプ場などソーラーパネルを設置できる場所であれば、このキャンピングカーの設備のソーラーパネルと関係なしに充電できます。ただそういった持ち運びができるソーラーパネルっていうのはこのキャンピングカーに設置できませんので、使用頻度はかなり低いと思います。災害時はかなり心強くなると思いますので、1枚持っておいても損はないかもしれません。でこのポータブルバッテリーの最大のメリットはやっぱりこの拡張機能ですね。今回使ってみて1台つなげるだけで 1000Wh ぐらい拡張できます。しかもコンパクトなんで比較的設置しやすかったです。取り寄せ見たら最大で5台まで拡張できるようです。すごいですね。ただ使ってみて気づいたデメリットなんですけど、このケーブルですね、取り回しが結構大変だなと思いました。こんなにも後ろ長いんでここは曲がらないんで、この L 字ケーブルとかあったらかなり設置しやすいと思います。あとはもうちょっと長いケーブルですね、そういうのもあればいいなと思いました。結構良かったんで、もうこの JIL520 にこのポータブルバッテリー設置しようかなと思ったんですけど、一つ気になることがありました。それは保管温度です。こちら取説載ってなかったんでネットで調べたらマイナス10度から40度までのようです。夏場炎天下直射日光が当たっている状態だと40度超える時もあると思います。その時にこのポータブルバッテリーシステムを全部出さないといけないというのはかなり億劫だなと思いました。その温度を超えないように常に日陰に駐車するなど工夫が必要なんで要検討だなと思いました。その辺も含めてこれからいろいろ試していきます。それでは JIL520 で初めて試着してみて、ここがちょっといまいちだったなと思うところと、逆にこれはすごいな、よくできてるなと思っているところをお伝えします。まずはデメリットからです。この冷蔵庫なんですけど、この上スースーします。ここなんですけどね、隙間があってで外とつながってますんで、外気冷たい風が入ってきます。特にこのレンジフードとかマックスファン回すとここからも空気が取り入れて窓開けなくてもいいぐらい空気入ってきます。今回はそれを逆にしても窓閉めたまま換気扇回してここから空気を取り込むこともありました。もっと寒い時期だったら車内がかなり寒いと思います。これも普通に閉じちゃっていいんですかね。また調べてみます。もう一つ冷蔵庫なんですけど、ここにメインスイッチがあります。でこれで全部切れるんですけど、冷蔵庫も消えちゃいます。旅中はやっぱり冷蔵庫常につけときたいんですよね。なので電気切るときは今回毎回こんな感じで一個一個
こうやって消していってます。で数が結構多いのでこれは不便だなと思いました。ポータブルバッテリーの充電システムもそうなんですけど、一度電装系はしっかり勉強して配線理解してから DIY したいと思います。次はデメリットまではいかないんですけど、かなり気になったのでお伝えします。こちらの家具なんですけど、これキッチンの上にあるとこすごい使い勝手いいんですけど、開けるとこれかなり鋭利なんですよね。とんがっています。でしかもここよく使います。こんな感じで開けたままちょっと移動すると頭がねちょっと当たりまして、そこまでは痛くなかったんですけど、これなんかした方がいいですね。自分当たるかなと思って気をつけてたんでそこまで痛くなかったんですけど、気をつけて当たるぐらいなんで今後も絶対柔らかいそうな気がしました。なのでここは削ったりとかして何か柔らかいクッションつけたいと思います。次良かったところなんですけど、このリアベッドですね、すごいよく考えられていて、結露で布団とかが濡れません。そもそも結露しにくいアクリル二重窓なんですけど、やっぱり水滴とかつくんですよね。その時に布団とかシュラフが濡れちゃいます。でこれはここに一つ木があるんでそのままつくことがありません。前のキャンピングカーでは結露で布団がよく濡れていました。13年前のキャンピングカーなんですけど、本当に使う人のことを考えて実際に試されてブラッシュアップしていって作ったんだなと分かりました。次使ってよかったのはこのレンジフードですね。これかなりやっぱり空気吸ってくれます。なのでここでフライパン調理をすれば車内料理での匂いがかなり残りにくいのが分かりました。前のキャンピングカーではこのレンジフードなかったんで窓に直接 DIY して換気扇つけてたんですけど、やっぱりもうこの常設っていうのがいいですね。デメリットは見られることです。これ窓を開けて空気取り込むんですけど、その時にシェードがこれできないんですよね。でしちゃうとこんな感じもできるんですけど、こっから取り込みになるんでやっぱり下から取り込んだ方がいいかなと思いますんで、外から丸見えの状態になっちゃいます。もうこの冷蔵庫の上の隙間を割り切って換気扇用の取り込み口として使うのもありかもしれないですね。それなら窓は閉めたまま使用できます。今回の旅の目玉、このシャワーです。実用的に使えました。シャワーはあるけど狭すぎて使えなかったらどうしようかなと思ったんですけど、コツはいりますが問題なくシャワー浴びれました。そしてもう一つ心配していたこのマルチルームシャワー後の水滴なんですけど、足元にエビフィーダーの吹き出し口があるおかげで適当に水切っといたら乾きました。多少残っていてもそんなに神経質になることもないなと思いました。なのでシャワー後の掃除はだいたい 2,3 分っていう感じですかね。慣れればもっと早くなりそうです。このトイレとシャワーのあるおかげで本当にどこでも車中泊できるようになりました。これは今後の旅かなり面白くなりそうです。行く場所が無限に増えます。いろんな制約あるんですけど許容範囲です。唯一デメリットはこの温水シャワー、温水ボイラーの出し方ですね。走行後ラジエーターの熱で温水できているかどうかっていうのは結局これ出してみないと分かんないですね。なので必ずロスが生まれます。貴重な水なのでそれはもったいないなと思いました。今温水ボイラーが何度など表示してくれたらすごい使い勝手は向上しそうです。これからジル520カーテンを断熱にしたり、あと電装系ですね、いろいろ強化したり、このサイドソファの常設化などやりたい DIY がたくさんあって楽しみです。今日の夜は高速道路サービスエリアで出ますのでボディの遮音性を体感します。そしてバンクベッドの実用性ですね、こちらも確かめます。サブバッテリーの走行充電ですね、これかなり強力なんで1時間走ってどのぐらい増えるのか実際に検証します。それでは道の駅のショップでお昼ご飯や食材購入して高速道路旅行ってきます。吹雪のように真横に降っています。雨が、海風がすごいです。